はい、皆さんこんばんは。本日はですね、ウエスタンアームズ M9 ハートロッカーモデルガスブローバッグをご紹介したいと思います。はい、この銃はですね、私のではなくいつもお借りしているワトさんの銃になります。いつもありがとうございます。この銃はですね、超有名ですし、以前の動画でもですね、説明しているので実銃の話は割愛します。私は東京マルイのですね M9 について保有しており、以前動画にも上げさせていただきました。その時お話ししましたが、ダメージ塗装を施すにあたり、参考というかですね、目標にしたのがこちらのウエスタンアームズの M9 ハートロッカーモデルになります。その見本にしていたですねエアガンを、今回お借りできて非常に嬉しく思っています。ウエスタンアームズのエアガンは触れるのも初めてですし、ハートロッカーのダメージ状態ですね、ベレッタ社のですね正式ライセンスを持つ刻印類などですね、外観もですね今回見ていきたいと思っています。またガスブローバッグがですねマグナガスブローバッグという方式を採用しているので、リコイルの感触なども東京マルイとの違いもですね含めて確認していきたいと思います。はい、手にした印象ですけれども、まずはこの見た目にちょっと圧倒されましたね。とても樹脂と思えないほどの表面加工が特徴です。あと非常に重量感を感じます。重量は約 1kg 以上あります。こちらはですね樹脂部分がヘビーウェイト樹脂の影響もあると思います。なんといってもですねこのバトルダメージフィニッシュと言われるダメージ加工ですね。使用したことによるエッジが擦れて、シルバーの地金が露出した金属感、こちらうまく表現されていると思います。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらは 9mm 弾の形状になります。インナーバレルがですねシルバーになっていまして、ちょっと奥まった場所にあるのがわかるかと思います。はい、フロントサイトはですねスライドと一体型でホワイトドットが入っています。はい、リアサイトはですねホワイトドットではなくて半円のドットが入っています。はい、左側の刻印はこの通りです。米軍のミリタリー刻印と同様にUS9mm ベレッタ USA となっております。特筆すべきはですねこちらですねPB の刻印ですね。東京マルイ製とですねここが違います。はい、こちらが東京マルイ製ですが、ここですね MB になってですねこちらが違いますね。あと刻印の形状もよく見るとかなり違うのがわかるかと思います。はい、フレーム下部はレール等はありません。パーティングラインはもちろんありません。はい、スライドストップは左側のみになります。こちらは金属製になります。はい、トリガーも金属製になります。トリガープルはですねシングルダブルアクションともに軽い方だと思っています。東京マルイも軽い方ですが、このウエスタンアームズの方がそれよりも軽いと思いました。はい、セーフティーレバーはですねこちら左右にあるアンビタイプになります。でこの状態でセーフティーをかけますと、はい、この通りですねセーフティーになります。はい、コックされた状態でセーフティーを下げると、はい、この通りですねデコック機能になります。これ以前からウエスタンアームズ製言われてますけど、ここをちょっとグラグラするんですね。はい、はい、グリップの刻印はリアル刻印になります。あとですねこちらこのグリップスクリューですね、これがマイナスネジになっています。東京マルイはこの通りですね六角ネジになってるので、ここも違いがありますね。はい、ただベレッタ社のホームページを見ると
M9 のグリップスクリューは六角ネジが標準のようですね。はい、マガジンキャッチボタンは左側のみになります。はい、グリップ下にはですねライアンリンクがございます。はい、ハンマー左側にですね実動用にシリアルナンバーの刻印があります。こちらは東京マルイ製にはない刻印ですね。はい、はい、右側の刻印はこの通りになっております。このフレーム部分ですね、こちらには刻印はない形になりますね。はい、東京マルイ製はですね、こちらにもですね一応刻印が入っている形状になっていますね。ここも違いますね。はい、こちらマガジンになります。マガジンの総弾数は25発になります。この後ろですね、このスライドっていうんですかね、こちらを下げてガスを注入するウエスタンアームズ独特のバルブ部分の構造がこちらにありますね。はい、はい、あとですね、こちらマガジンを挿入するときですね、お分かりになりますかね。非常に良い金属音がします。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい、M9 の通常分解は非常にやりやすくて、こちらですねこのボタンを押してですね、このテイクダンピングですね下げるともうこの通りですねスライドとフレームを分解することができます。はい、こちらがリコイルスプリング一式ですね。あとこれプラグですかね。はい、はい、こちらがアウターバレル式になります。これアウターバレルとインナーバレルはこの通り簡単に分解することができます。このアウターバレルもですねヘビーウェイトでできています。はい、こちらインナーバレルになります。このピンっていうんですかね、ここがスチールでできてますね。あとこのピンですね、こちらもスチールですね。と先端ここにオーリングがついています。はい、リコイルスプリングはこちらスプリングもガイドともにですねスチール製ですね。はい、はい、この後リコイルスプリングガイドの形状なんですけど、これが丸いさとちょっと形状が違うのがお分かりいただけますかね。ウエストアームズのは丸なんですが、こちらはですねこういった溝が掘られてる、東京マルイのは溝が掘られてる形状ですね。これは東京マルイさんの方が最新なんじゃないかなと思います。はい、こちらスライドになりますけれども、こちらもヘビーウェイトですね。非常に重量感がありますね。はい、フレームもですねヘビーウェイトなんですね。はい、あと機関部はですねここのですねデコッキングパーツですかね、こちらはスチールになりますね。はい、あとですね東京マルイとリコイルスプリングの長さを比較すると、上が東京マルイで下がウエストアームズですが、ウエストアームズの方がかなり長いですね。はい、はい、それでは元に戻していきます。はい、ウエストアームズさんのですねこちら戻す時にちょっと一手間というかですね工夫が必要で、このテイクダウンレバーですね、これがですねこの通り普通じゃ下がらないんですよね。なので一回このスライドストップをかけていただいて、でここですねバレルを少しショートリコイルさすとこの通りテイクダウンレバーを下げることができます。はい、そうするとこの通り元に戻すことができます。
はい、全体の感想になりますけれども、まず見た目はやはり素晴らしいですね。M9 の形状の良さは前回もお伝えしていますが、やはりウエスタンアームズ製のですね、このハンドメイドで磨き上げられた表面の作りの良さはですね、驚きです。あとスライドやですね、フレームの樹脂部分だけでなく、金属パーツの一つ一つのもですね、エイジング処理が施されていて、非常にですね、見た目は素晴らしいと思います。はい、こちらは私の東京丸のやつですけれども、やはりですね、素人がやるとですね、やりすぎてしまうのがわかるかと思います。はい、実写性能ですが、非常にトリガープルの良さを感じました。もともと M9 のですね、トリガープルは良い方かと思いますが、このハートロッカー仕様はさらによく感じました。あとリコイルについては確かに東京丸い製とは感触が違うのは分かります。マグナブローバック方式によりヘビーウェイトの重量あるスライドを動かすリコイルはですね、動き自体はそんな速くはないですが、非常に重く手にずしりとくる感覚です。はい、初めてウエスタンアームズのエアガンを手にさせていただきましたが、非常に作りの凝った良いエアガンであることが分かりました。やはりこれだけ凝った作りを表現していると私のようなですね、部屋打ちやコレクター向きなのかなとも思いました。もちろんマグナブローバックによるリコイルも楽しめるので、実写しても楽しめます。ただ率直なところウエスタンアームズ製のエアガンですね、こちらはハンドメイドとはいえやはり少し割高かなと私は思います。ただしこの M9 のハートロッカーモデルはですね、ウエスタンアームズの中では価格帯は低めだと思いますし、何よりその見た目の実物感や使用感だとですね、こちらは自慢のコレクションになるのは間違いないと思います。私としてはですね、もう少し価格は低めに設定していただけると嬉しいと思いますが、リアル刻印のですね、究極の M9 として、そして大切な一丁として保有してみるのも良いのではないでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。